それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはリクエストありがとうございます。お仕事メインリーディング、人生を満喫して生き抜くためのヒントというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。お仕事メインのリーディングということなんですが、より良い流れに乗っていくためのアドバイスもつけてもらっていきます。では最初に、まず現在の職場からの評価っていうところをもらっていきましょう。こちらのタロットカードは正位置採用です。でこれはすでにシャッフルしてありますので、こちらから今現在の会社における、もしくは仕事内、仕事付き合いの方々から見たあなたの評価です。これはその対人面でもそうですし、あなたの業績というか頑張りについての評価が今どのように見えているのかとか、評価として結果としてとか報酬として受け取っているのかっていうところももらっていきます。太陽のカードです。こちらはですね、ソードの7番が入っています。で、あとはですね、全部で5枚もらっていきます。はい、ハーミットのカード、カップの2番、はい、ペンタクルページ、この5枚でもらっていきます。まずこちら、表向き評価を受けているところとしては成功のカードが入っています。幸福の天使ですね。なので今あなたの成果が上がっているとか、何か一つ達成したことがある、成功をつかんだことがあるっていう風に周りの人たちからは見えていますし、正当に評価もされていると思います。物事が順調に運んでいるんじゃないかなっていう流れですね。そしてそうですね、まずこちらの方から評価としてもらっていきましょう。これはね、業績や評価としても捉えていただいてもいいと思います。今うまい流れに乗っているので、ここですね、周りの評価っていうのもすごくいいし、パートナーシップっていうカードが入ってますから、ビジネスパートナーですよね。これお仕事のことで見てますから、あなたにとっての相棒的存在だったり、または今の仕事とても相性がいいなっていうふうにあなたが感じていたりとか、今波に乗っているなっていうところが出てきていますし、これが周りからの評価、どのようにあなたが見られているのかっていうと、自分を突き止めていくプロ級の方だっていう風に出てきていますから、あなたの悩みだったりとか、そういうところを打ち明けてほしいなっていうところも正直あるんですけど、でもそこまで強くないですよ。あなたは自分の気持ちを優先させていくところもあるし、周りのことも考えて見ていくところもあるし、問題が起きたら多分まず第一に自分の中にこもっていくところがあるんじゃないかなっていうふうに出てきているんです。そして技を磨くことだったりスキルアップすることっていうのも自分の中でなんとか消化したり噛み砕いたり成長させようっていうふうに、まず自分からっていうところが出てきているのかなと思います。だからこそあなたにしかできないスキルとか、技っていうところがあるんじゃないかなっていうところまで、あなたは自分のことを追求していくんだよっていうのが周りからの評価として出てきています。自分を極める人ですね。そして周りの人が実はあなたに言えないところあるんだよっていう本音っていうところで、本音というかね、言えないところ、として出しているところにソードの7番入っています。でこれはあなたのやり方、戦い方、仕事の仕方についてのことで何か伝えたいことがあるのかなっていうふうに見て取ることができます。これはね、戦略とかも表していますし、あとは自分一人で動く、単独で行動するっていうことも表しているカードなんです。ということは、この辺りを見ていくと、周りの環境とかに恵まれていたりとか、ビジネスパートナー、頼れる存在がいるんだけれども、でもどこかあなたは一人で単独するような傾向があるようだと。ただしこれは悪い風には働いていなくて、
困った時にあなたは一人で考えて要領よくうまく立ち回って、自分一人でね立ち回って解決して、あっという間に解決しちゃうので、すごく助かってるよっていう風な本音も出てきていますし、何かあったらね頼ってるところがあるんじゃないかなと思うんです。あなたの賢さを頼ってるっていうところですね。どうやったらうまく立ち回っていけるのかっていう作戦を練る係みたいな感じでね、いい案ないみたいな感じで頼ってますよってことですね。ただ一人で何でもこう解決する方向に向かっていったりとかするところもあるし、煮詰まった時にもそのような傾向が出てくるよっていうことが出てきてるんですね。そう自分一人で抱え込みすぎずに、みんなのことを頼ってもいい、僕私ってことですよね。このパートナーのことを頼ってもいいよっていうことも出てるし、これはねビジネスパートナーっていう呼び方が一番合ってるんですけど、でも一人でお仕事されている方は仕事上お付き合いのある方だったりとか、あなたの適職としてねご覧いただいてもいいと思います。今すごくね波に乗ってるし、今の仕事自分に合ってるんじゃないかなっていうふうにあなたが感じているので、その時にこの仕事の運気というかその方から見ていくと、そうねあなたはうまく立ち回っている、そして頼ってるところもあるし、策を練るのも上手なんだけれども、でも時々ね一人で煮詰まった時に周りの人に打ち明けずに一人でそのまま行動してしまうところもあるので、結果的にそれはうまくまとまっていくんですけどね。なんですけど実は抱えてるところありませんかとか、自分一人で苦労してるところありませんかっていう風な感じで出てきていますね。はい、そしてそうですね、ここがペンタクルページです。はい、幸運の天使を表しているカードで、今周りの人たちが総合的にあなたに伝えたいことっていうのがここに現れています。あなたはとても仕事熱心です。これは仕事のカードとしてはとてもいいカード。あなたはとても落ち着いているし、誠実に取り組んでいます。そして今ちゃんと仕事に向き合えているので、その評価っていうのが正当に出ているでしょう。受け取るものもちゃんとあるので、あなたが真剣に取り組んでいることに対しての成功、報酬っていうのがここで出てきています。ちゃんと取り組んでいるからこその成果っていうのを手にすることができていますね。なので総合的に見ると、周りの人はあなたのこう頭の回転の良さというか、策を練るところに頼っているところもある、それが得意なんですよね。あなたはここはこういう風にした方がいいっていう風にね考えて動くことができる人、時には自分を犠牲にして周りのために動く時もあるでしょうっていう風に出てくるんですよね。だから時々心配に思ってます。あなたが抱え込みすぎていないかどうか。でも難なくやってるところがあるので、何かあったとしてもね、まず自分っていうところにあなたは潜っていくんですよ。原因を突き止める前にまず自分っていうところをずっと見ていくっていうところがあるので、それはねでもあなたの持ち味として今発揮されているので大丈夫だと思うんですが、もしね自分で負担だなって思うことがあるんだったら、周りの人たちの協力を借りるっていうこともいいでしょうっていう風に出てきていますね。でもね、周りの人の協力を借りるっていうことも、作戦の一つとしてね立てているのであれば、周りの人たちとの協力も仰いでいきながらあなたは進めていくと思うので、どうかな、うまくやれてると思うんですけど、時々自分の中に入り込みすぎてしまうところがあるのかなっていう感じはしますけど、でもそれすらもうまくやれているよっていうところも出てきています。はい、総合的にいいですね。ということで今評価はすごくいいだろう。そして見合ったような報酬、そしてこれから先どんどんと右肩上がりで報酬も増えていくんじゃないかなっていうのも出てきています。ではこの後ですね、今ねお仕事どのように流れていくのか、あなた目線から見たらどのように移り変わっていくのかなっていうところをもらっていきましょう。はい、この辺りですね。では今は周りの人からの評価だったので、あなた目線でもらっていきます。それはこちらのタロットカードからもらっていきます。これね軽く今シャッフルします。
そしてこれは制約採用でもらっていきます。あなた目線で見て今障害に感じてることあるのかなとか、そういうところももらっていきますね。はい、それではもらっていきます。ちょっと価格が入らなそうなので、この辺りでしょうか。全部で9枚出していきます。はい、これでもらっていきます。そして必要なところにオラクルカードとかを足していこうかなと思っています。はい、ではあなた目線から見ていきましょう。現状までの流れとしては、周りの人たちとのバランスっていうところに対しては、不満に感じていたりとか納得いかないことがあったんじゃないかなと思います。またはうまくいかなかったこと、協力し合えなかったことがあったんだけど、でも今現在はだいぶ落ち着いていて、自分のやる気だったり活気、モチベーションっていうところが高まっているような感じが出てきています。はい、で周りの人たちともうまくね馴染んでいってやっていこうかなっていうお気持ちにもなっていると思うんですね。そしてあなたはどうしていきたいのかなっていうところを見ていくと、ディスクキング、その自分で指揮を取っていきたかったりとか、より安定したものになっていきたいとか、立場的にもそうだし、会社全体的な業績を上げて安定させたいとか、もちろん自分の知識やスキル、経験というのも磨いて、さらに上の立場に持っていきたいとか、そういうお気持ちも出てきていると思います。ここもそうですね。あなたがどうしていきたいのかっていう本心のところでこのカードが出てきています。はい、そしてただそれをどのようにやっていったらいいのかなっていうのを今模索しているようなところもあると思いますし、足りないところを補っていくためにどんなことをやっていけばいいのかなっていうところも今現在感じてるんじゃないかなっていうのは出てきています。で、周りがあなたに対してっていうところで、周囲の状況っていうところであなた目線で今考えているので、あなたからしてみたら周りの人たちっていうところと今自分の熱意に差が出てきているのかなって自分自身が感じていたり、自分が頑張ろう、やっていこうって思っていることに対して周りの人たちはそこにまだ熱意が追いついていなかったり、モチベーションが違かったり、または違う方向性に向かっていったりっていうね、方向性の違いっていうのを感じてるんじゃないかなっていうのは出てきています。そして自分自身が障害に感じているところにペンタクル6番です。これは関係性だったり立場だったり、そしてあとはね、自分ばかりが負担にかかっているようなことを感じていたりっていうところも実はあるんですよね。なんかね、バランス取れていない。でこれは、ペンタクルス、金貨のカードなので、まさしく自分が頑張ってる分だけの報酬を得られていないような気がするとかね、自分ばかりが負担かかっていて、自分一人残業してるとか、人一倍働いているんだけど給料みんな一緒だから、なんかね、働いてる分ぐらいのね報酬がないなとか、またはそれ相当の評価を得られていないような感じがするとかね、どこかなんかね釣り合いが取れていないようなところがあなたにとっての障害として入っています。ここをなんとかね正していかなきゃなとか、もう少しバランス取っていかなきゃなっていうところですね。自分の頑張り具合と報酬のところ、もしくは周りとの関係性においてもう少し調和をとっていきたいなっていうところが出てきています。ではここね、アドバイスカードもらっていってます。周りに配慮することとして、
ワンドのセブン逆位置で入っているので、周りとねバランスとっていくことっていうのも大切になってきますし、今まであなた一人が頑張ってきたこともあるでしょう。それが認められる時もやってきます。だから今試練に感じていることとかも決して諦めずに、そしてためらわずに、あなたはでも今ね守りに徹していくといいのかなっていうのも出てきています。自分一人でねこっちの方向をやっていこうっていう風になっていって、これはすごくいいことなんですけど、周りと足並みを揃えていかないと会社として成立しないようなところがあるとか、いずれ方向性の違いを感じてしまって、その溝が大きくなってしまいがちになっていくので、先ほどのね周りからの評価っていうのはすごくいいんですよ。でビジネスパートナーとかもね現れるっていう風に出てきていますから、頼れる存在がいるっていう風に周りからは出てきているし、あなたをすごく頼りにしているってところがあるんだけど、やっぱりどこかで自分一人負担になっているところ出てきてるんじゃないかなっていう、その歪みっていうのが今あなたの中で感じられてるんじゃないかなっていうのが出てきています。周りの期待に応えようと思って頑張りすぎていませんかっていうところが出てきているので、今頑張りすぎているのであればね、それを感じていたらちょっと抑えてもいいかもねとか、少し休んでもいいかもねっていうところは出てきています。あえて自分一人に負荷をかけないっていうところですね、そこに意識を向けるといいのかなと思います。じゃないとなんかね自分ばっかりがっていう思いになりやすくなっちゃうし、やっぱりバランス取れないことに対して嫌だからね、自分を安定させるためにも、この自分の志を消さないためにも、今ちょっとね足並みを揃えていくというか、でもねあなたは一回り人よりも一周回るのが早いんですよ。だからもどかしい思いとかもすることがあるんだけど、今はでも周りに合わせていくというか、なんていうのかな、自分のモチベーションを保つためにも自分に負荷をかけすぎないことに意識していくといいのかなっていうふうには出てきています。でそしてこれが具体的なアクションとしてどういうことをすればいいのかなっていうことで、ワンドの6番成功だけど、これ今まだ焦らないでっていう感じでね、周りとのバランスってところがやっぱり入ってきます。あなたが一人だったらね、自分一人だったら成功を収められるのになっていう気持ちもあると思うんですよ。自分だったらできるんだけど、どうして自分と同じこと周りの人できないのかなって思う時もあると思うんです。もしくは同じような熱量でやっていけないのかなとかね、周りがぬるいなとかっていう風に感じる時もあるでしょう。だけど今はそれを主張する時ではないよっていう風に出てくるんですね。大きな成功をこれからも収めていくためにも、そしてこれから右肩上がりに成績を伸ばしていくためにも、報酬を受け取っていくためにも、まだ焦らずにゆっくりと時間かけていきましょう。その時間をかけるっていうのがあなたからしてみたらもどかしいかもしれません。でもそれをあえて行っていくことで掴み取っていくものや整っていく環境っていうのも出てくるでしょう。これがあなたのメンタルに向けて働きかけるといいよっていうアドバイス、女帝のカードです。自分の実りとか豊かさ、恵みっていうところね、自分の気持ちが満たされるようなことをまず重点的にやってみてくださいっていうね。確かに今志高く掲げていることがあると思います。だけどどうしても周りとの方向性の違いだったり、あなただけが頑張っているような現状っていうのが出てきているので、ここはね周りから対する評価とギャップっていうところが少しあるかもしれません。周りの人が頼り切っているのかなっていう感じが見られますね。なので結果を早く出したいんだけど、周りに合わせていくとどうしても少しね待たなきゃいけないところが出てくるっていう感じもするので、
難しいところがあったり、焦ったりイライラしたりとかするところもあるんだけど、落ち着いていきましょう。あなたが収穫を得るのはまずは心からですよっていうところね。焦っているところとかがあるとするんだったら、それを落ち着かせるようなことしていきましょうっていうね。あとは周りに対して愛情を持って接していきましょうって、あなた自身を愛することも必要だし、その愛情を周りに注いでいく、育んでいくってことも必要になってくるのかなっていうふうに出てきています。そしてこれが近未来に起こることとしてワンドのエースが入ってきています。またね、新しくインスピレーションが湧いたりとか、あなたの中のモチベーションが高まるようなことが訪れるでしょうっていう未来が出てきていますから、あとはね、補足でもらっていきましょう。エンジェルアンサーから、まずは何枚かもらっていこうと思います。答えが欲しいところ、あなたが受け取ることとしてまず1枚出していくのと、あと周りと足並みを揃えるためにっていうところで1枚ねもらっていこうと思います。はい、やはりあなたが指揮を執ることっていうのは変わりはないようですね。だけど今そのスピード感だったり、周りの教育だったりとかね、自分と同じレベルに引き上げてあげることとかね、そっちの方に集中していくといいのかなと思います。あなたの周りを取り囲んでいる人たちがいます、ね、あなたはここですね。これはビジネスパートナーです。もしくはあなたの適職、お仕事ですね。才能だったりもします。寄り添ってくれてるあなたの才能、もしくはビジネスパートナーとともに、あなたは自分の将来、未来っていうのを指しています。方向性ですね。でそれについていきます、支援します、ついていきますよっていう人たちがたくさん現れています。そしてこの近未来、新しい始まり、このワンドのこれはここですね、杖はこれと一致しています。新しい方向性を探していくとか見つけていくっていうね、答えの出るカードです。新しいやり方だったり、方向性っていうことでね、あなたが導いていくことっていうのが生まれてきます。はい、これが答えですね。将来、近い未来の答えとしては、今のやり方、熱意のままで違う方向性を探していけるやり方が見つかっていく。でさらにモチベーションが上がるようなことが出てくるんじゃないかなっていうふうに、そのようにあなたが持っていく、運んでいくといいんじゃないかなっていうふうにも出てきています。そしてこちらのカードは、自分の意思を伝えていくこと、はっきりとクリアに伝えていくことっていうカードと、これがね、周りの人に対して行うといいよっていうことで、自分の意思、思い、本心っていうのを伝えていく、意思ですね。本心というか、そこはね、お受け取りそれぞれあると思いますから、今あなたの中で伝えたいことっていうのを明確に伝えていきましょう。周りの人に対してっていうことがあります。はい、これはね出てきていますね。伝えることっていうのがアドバイスとして入っています。であとはその具体的なそのアクションだったり、その実際あなたが方向性を変えて導いていくことで何がつかみ取っていけるのかっていうところも学っていきましょう。はい、そしてこちらに1枚ですね。これね、どっちもね癒しのカードが入ってるんですよね。体と魂を癒す、こっちはハートを癒すっていうね、もう出てきてますね。両方ともまず癒しましょうっていうのがね出てきています。そしてその新しい方向性を見つけていくこと、示していくことでどうなるのかって言ったら、あなたの心が癒されます。平穏や平和を取り戻せますよっていうカードですね。落ち着きさを取り戻すことができる、乱れているものが落ち着く、ほっとできる、自分の心が落ち着いて仕事に集中して取り組んでいける、そのような未来が出てきています。でこれは、ね、今
何をしていけばいいのかって具体的なアドバイスのところにプラスして出したカードで、心と体の一体化とか癒しを求めていきましょうっていうカードです。心身ともに疲れていませんかっていうカードですね。今心と体がちぐはぐになっている、もしくはあなたの意志と魂がちぐはぐになっている、こうしたいって思ってる、だけど本心疲れていたりとか、どこかね疲労感を覚えているところありませんか？そこをまずつなげていくためにも、ゆっくりと休むことっていうのを意識してください。焦って何かを行動したりとかすることではなくて、今はアクションに移すではなくて、内面の方に意識を向けてくださいっていう風に出てきています。もっとご自身のセルフケアに目を向けてくださいね。実は疲れていたりとか、やりたいことがあってもできていなかったり、またはね集中していた仕事に没頭していて、日常生活にどこかね寂しさを覚えていたりする方もいるかもしれません。何かしら今自分のチェックっていうのを行ってください。どこか足りないところ、欠けてるところ、潤っていないところないかなっていう風に、そして心をね豊かにしていきましょうっていう女帝のカードも出てきています。ご自身の心に栄養を与えてください。そうね、まず自分の心に栄養を与えていかないと土台しっかりしていかないので、土台ができてから周りに愛を配っていくっていう流れなので、まずは自分の立っている土台、心ですね。心の安定っていうところ、自分の心の栄養を与えていきましょうっていうのが出てきていますね。もしかしたらこの周りの人たちにも気づかない、そしてあなた自身も気づいていないところで、土地が乾いていたというか、栄養が足りていなかったのかもしれない。それぐらいあなたが周りに栄養を出し続けていたのかもしれないですね。お水の与えられていない状況であなたは一人頑張っていたりとか、その自分を犠牲にして周りがうまくいくようにっていう感じで一生懸命考えて積み上げてきたものとかもあったと思うんですね。そこを今癒していきましょうっていうカードです。そして、オラクルカードからもメッセージをもらっていきます。あなたの豊かさと充足に過去も一役買っています。今これねもらっているカードっていうのはリクエストいただいています。よりよく人生を満喫して生き抜くためのヒントとしてもらっています。豊かさ、そして満ち溢れる心のために過去の思い出や経験っていうのも一役買っているし、失敗も含めて過去がなければ今のあなたはありません。あなたは学び成長する意欲を持っています。あなた自身を愛してくださいっていうカードですね。意欲を失わないためにもあなた自身を愛し、そして過去のしがらみや失敗したこと、うまくいかなかった周りとのバランスっていうのも受け入れていくこと。この受け入れるっていうのがなかなかにね、周りのことを許すことだったり、自分の失敗を許していくことっていうのも、時間かかることとかもあるし、受け入れがたいこともあると思うんですが、これもね過去のカードが出てきました。過去の経験をすべて許します。過去も今もあなたが自分のために作り出したものです。すべてのものをあなたは受け入れるんです。そしてあなたの未来を自然な成り行きに任せましょうっていう2つのカードが入っています。どっちもね過去に関するワードが入ってきました。過去のこともあなたの今の豊かさにつながっていることなので、過去に起きたことを許していってくださいっていう風にね言われましたね。なるほど。これ別にね過去に特化したカードじゃないんですよ。だけど2枚とも過去を表すカードが出てきました。過去を受け入れることであなたの人生をより豊かにしていくものになっていくでしょうっていうねことが出てきていました。ではオラクルカード1枚もらっていきます。この先あなたは人を導くような、新しい方向性に持っていくようなこと、流れ運びになっていくでしょう。でそうすることでご自身の平穏を取り戻すことができますし、こちらもねなんかねハート緑のねカードがね続いてきましたね。あなたが自由になるために、古傷を許すっていうカードなんですよね。
全てつながって入ってきています。そして今ここから感じるに全部ね、癒すとか平穏とかね、過去の傷を受け入れていくっていう流れで入ってきてるんですけど、緑が多いですよね。緑っていうのはあなたのね、胸を表しています。ハートチャクラですね。はい、ピンクと緑はハートチャクラを表しています。胸に手を当ててみてください。あなたは今ストレスを結構な割合で抱えていたりとか、心がざわついていたり、もしくはね、胸のあたりなので、息がしづらい、呼吸しづらいなとか、なんか胸が苦しくなっちゃうなとかって思うようなこともあるのかなっていうふうに思いますし、ハートチャクラっていうのはコミュニケーションも表しているし、あなたの愛情だったり、その周りからのね、思いやりをあなたが受け取れていないのかもしれません。一人っきりで頑張っているような感覚になっているのかもしれないですね。その胸に手を当てて、あなたの癒しを取り戻していくためにも、なんかね、過去っていうワードが入ってきます。古くなった傷を受け入れていきましょう。そうすることであなたは自由に羽ばたいていくことができますっていう風にね、なってきました。常にこうじゃなきゃいけないとかね、そういうことにとらわれることもなく、自分の心が自由でいられるために今手放すことも必要になってきますよっていうことですね。過去を受け入れてからの手放しっていうね、手放しっていうワードよく聞きますよね。でもね、手放しってどうすればいいんだっていうふうにね、思う方もいるでしょう。今あなたの心を縛り付けているものからもっとね、緩くなっていきましょうっていうのが出てきています。そうするとより良い豊かなものがあなたの人生に流れ込んでくるねっていう風にアドバイスが入っていました。どうしたらより良い人生を生き抜いていけるんですかってことに対しては、自分の心を解放していくことを常に心と体のチェックを行ってください。魂と体は一つにつながっていますか？どこかで意志とね、心がバラバラになっているところありませんかっていうところです。あとは過去に何かしらヒントが眠っています。あなたが過去を受け入れるってことに対してピンとくるところがあると思います。今お仕事メインで見ているので、仕事に対して過去痛手を負っていたとか、こんな失敗しちゃった、それを引きずっている、そこを受け入れていくことっていうのが大切だよっていう風に入ってきています。そしてお選びいただいたこちらのカードから最後にメッセージをもらっていきましょう。誰かの言動にあなたが傷つくことはありません。あなたに誠実に向き合ってくれる人たちや物事があなたにもたらしてくれていることに注目してください。はい、この一番最初にカップの2番出てきていましたね。で、パートナーシップ、ビジネスパートナー、もしくは支えになってくれる存在や物事、もしくは適職ですね。あなたのお仕事として寄り添ってくれている、あなたの眠っている才能や今開花している才能とかねっていうのもあると思います。で、それらのことを言ってるかもしれません。誰か周りの人たちのことの言動であなたが傷ついたりショックを受けることはないです。今誠実にあなたが向き合っていること、人たちにあなたが目を向けていって、それを信じていけば扉は開かれる、ステップアップしていけますよっていうふうに出てきていました。今回はお仕事メインで、どうやったらこの先の人生を満喫して生き抜いていけるのかっていうね、具体的なアドバイスっていうのももらってきました。1番さんの場合はかなりね、心の負担っていうところが出てきていましたので、ここを軽くしてあげるといいのかなっていうふうに出てきています。才能とか、あとまたはね、パートナーシップにも恵まれていますから、ここを信じていけばいいよっていうところです。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。リクエストありがとうございます。お仕事メイン。このリーディングでご自身の人生を満喫して生き抜くためのヒント、こちらをアドバイスもいただいていきながらリーディングしていきます。よろしくお願いします。
お仕事での今のあなたの評価っていうところを最初にもらっていきます。まずはこちらのタロットカード、これは正位置のみの採用です。こちらから今の現在のあなたの評価っていうところをもらっていきます。これはその周りからの評価だったり、あなたの、お仕事に対しての、成績に対しての評価っていうところで捉えていただいてもいいと思います。こちら2枚出てきているので、これは1回戻してもう1回切っていきますね。一人でね、今お仕事やっているよ、フリーでやっているよっていう方でも必ず対人関係っていうのが出てきていますし、そしてあなたが頑張っていることに対しての結果っていうのもやっぱりね、知りたいですよね。周りからどのように評価されているのかとか、あなたが取り組んでいることに対しての結果はどのようについてくるのかっていうところをね、もらっていこうと思います。はい、ではもらっていきましょう。全部ね、正位置に直していきます。はい、タワーのカード、はい、ソードのページですね。そして月のカード、はい、節制のカード、はい、デビルのカード。変化を恐れてはいけませんっていうのがね、出てきています。評価としてなんですけど、今あなたの中でなんかね、大きな出来事があったのかなっていう、その変化っていうのがタワーでね、入ってきているんですね。で、何か見た目的にはね、なんかあったのかな、怖いなっていうふうに思うかもしれないんですけど、いろんな意味で、大きな意味で変化っていうのが今起きていると思います。これは周りからの評価というよりは今の現状として捉えていただいてもいいと思います。何かそこはね、深掘りしていこうかなと思うんですけど、中には転職しようかなとか、あとは人間関係うまくいかなくなってるとか、今ね、急に訪れてしまったスランプに陥ってるとか、いろんな状況の方がいらっしゃると思うんですけど、でも何かしら今のあなたのお仕事において、変化が今訪れているんだけど、それをなかなかに受け入れられないあなたがいるのではないかというふうに出てきているんです。例えば今の職場に不満を持っていて転職考えているよっていう方もいると思いますし、でも今うまくいっていない今のね、職場に対して納得いかないことをなかなか受け入れられないとか、でもその変化に抗っていたいんだけど、でもいずれは受け入れていかなきゃいけないこの変化だっていう風に出てきているんですね。そして自分自身制限かけていることありませんかっていう風に出てくるんです。で、周りの評価を気にしていたりとか、中にはね、あなたのことを悪く言う人とかも出てきていると思うんですね。でもそこにとらわれていてはいけませんよっていう風に出てくるんです。もちろん自分もね、周りの人の意見に左右されたくないっていう気持ちもあるでしょうし、うまくいかない人とはうまくいかないし、うまくいく人とだけやり取りしていきたいなっていう気持ちもあるでしょうから、その中のこの判別していくこととか選別していくことっていうのはもちろんね、あなたはできていると思うんだけど、やっぱりね、言われることって嫌だから嫌な思いしてることもあると思うんですね。それは人じゃないかもしれない、出来事かもしれないんだけど、周りの人に左右されてしまう、それが嫌だっていうふうに思ってる方もいるでしょうっていうふうに出てくるんですね。なんかね、周りの人とかに対して、そうだな、周りの人や環境的に、そうね、今こう人間関係であまりこう思い当たる節がない、どちらかというとその人間関係安定していますっていう方だとしたら、こう仕事運としてその運気からのメッセージとしてお受け取りいただいたらいいかなと思います。自分が頑張ってる分のそれ相当に見合ったような評価が出てこない、結果がついてこなくて揺れている、周りの状況によって自分の成果っていうのが変わってくるとか、でも何かしら大きな変化っていうのが今ここで出てきているので、あなたの中ではこれから先のことについて考えていたり対応していかなきゃいけないなっていうところも出てきていると思います。見えない不安っていうのも出てきているので、これから先どうしていったらいいのかわからないとか、まだね、なんかこう受け止めきれない
ない現実的な問題っていうのがあるのかなっていうふうに捉えられます。で、周りの評価とかね、あなたの成績とかっていうところで結果として見ていくとするのであれば、大きく変わっていくようなことがこれから出てくるし、今現在出てると思うんですけど、それをどのようにあなたが受け入れていくのかなっていうふうに周りの人たちが見ていたりとかっていうところがありますね。よくよくあなたの動きを見ていますよっていうところが出てきています。はい、そうですね。何かどうだろうな。また後からね深掘りしていくんですけど、これはね、周りの人たちがどう思うかとかじゃなくて、もうカードが全体的に今あなたが変化を受け入れていくのかどうかとか、そのいろんな波があると思うんですね。人によっては大きな決断を迫られていたりとか、中にはね人間関係で揉めてますとかっていう方もいるでしょうし、何か成績に揺さぶられているようなところもあるだろう。だけど今自分のあえてね自分のこと制限かけないでくださいねっていう風に出てくるんですよね。あなたは自由なんだ、本当は自由なんだからって。だから周りを気にして動きを止めてしまったりとか、制限をかけてしまったりとか、これはやっちゃいけないよなとか恐れる必要はありませんっていうのが出てきています。あなたの夢目標のために、たとえね先が見えないことがあったとしても、あなたはその変化に乗っていくことができるので、自分の気持ちを解放させてあげてくださいっていう風に出てきています。これね、その周りからの評価で読み取りていくっていうより、もうすでに今あなたの中で大きな変化っていうのが出てきてるんじゃないかなっていう風に捉えるといいんじゃないかと思います。周りの評価どうこうじゃなくて、今その物事の変化をあなたが受け入れてとか受け止めてとか、どのように流していくのかとかね、そういうところに焦点が当たっていくのかなっていうふうには出てきています。ちょっとねこれはそうですね、周りからの評価、もう一枚答えを何かもらいましょうね。エンジェルアンサーからもらっていきましょう。どちらかというと、あなたの今行っている仕事への成績だったりとか、周りからの評価っていうところでもらっていきたかったんですけど、でも十分にあなたは頑張りましたっていう感じで入ってくるんですね。すごく頑張っていますって。だけどこの変化には抗いようのないような変化だったりもするので、あなたの努力だけでとか、周りの努力、環境が整っていけば収まるような、防げるようなことじゃないような変化っていうのが出てきていますよって。その中でもあなたは一生懸命何とかしようと思って頑張ってきたんですよねって。それはみんな見てますし知ってます。だけど中にはよく思わないような人もいるでしょう。だけどそこにとらわれることなく、今自分自身を解放していってくださいっていう風にね入ってきていますね。はい、心配しなくていいよっていう風に出てきていましたね。今ね感じている不安とか、これから見えない先とかのことに対して心配に感じる必要はないですって。全てはうまくいきます。うまく物事が運んでいきますから。だからそこの不安にとらわれることなく、まずね進んでいきましょうっていうね、大丈夫、心配ないよっていうカードが入っていました。そこまで不安に思うようなことにはならないから、この変化を受け入れていきましょうっていうことで、まずこのそうですね、周りからの評価だったり、今のあなたのお仕事の現状っていうところを見ていったので、ではまた深掘りしていきます。この近未来、あなたのお仕事の流れ、そしてあなた目線で見たら今のお仕事がどのように動いているのかっていうところをもらっていきます。でタロットカード、まずシャッフルしていきます。こちらのタロットカードは制逆採用で見ていきます。そしてこの中から今後ねどうしていけばいいのかなっていうアドバイスもらっていきます。そしてリクエストにもあった通り、今後ねお仕事メインでこの先より良い豊かさに目指して人生を満喫していくためのヒントっていうところをもらっていきます。お仕事メインではあるんですが、夢、目標や今取り組んでいること、これからやってみたいなと思っていることで当てはめてご覧いただいても構いません。または人生全般的なメッセージとしてお受け取りいただいても構いません。はい、では、あなた視点ではどのように見えているのかっていうところをもらっていきます。
そしてね、これから先未来どんなことが起こるのか、どういうことがあなたの中で障害となっているのか、そして具体的なアドバイスっていうのももらっていきます。全部で9枚カードを出していきます。では見ていきます。はい、ペンタクル6番正位置です。次が、ハーミット逆位置。はい、そしてペンタクル10正位置です。カップのエース逆位置。はい、そしてこちらが、ワンドの9逆位置。そうですね、ワンドの7正位置。はい、ディスク5番。いや、対応しきれない疲れだったりとか、環境厳しいなっていうのが出てきていますし、ディスクプリンス、も出てきています。ペンタクルナイトですね、逆位置です。はい。で、ワンドの3番の逆で入ってきています。この9枚からあなた目線で物事を見ていきます。はい。では、そうですね。前現在っていう風に今流れを見ていくと、やっぱり今現状に対応しきれなくてどうしようかなっていう風に迷っていたりとか、自分の行く末が見えていないとかってどうしよう不安だなっていうのが出てきています。ちょっと前だったらちょうど釣り合いが取れていたりとか、バランスが取れていたり、物事がうまく運んでいるなっていう風に思っていたんだけど、一気に一転してどうしていけばいいかわからなくなっちゃったっていうような感じで入ってきています。どうでしょうか。今悩んでるよ。それは原因はどこにあるのかなっていうのも見ていきましょう。そしてあなたはどうしたいのっていうふうに尋ねていくと、あなたは多分これからもお仕事続けていきたいとか、あとチームワークを良くしていきたいとか、問題があるんだったら解決の方向へ持っていきたいなっていう風に、とりあえず安定させていきたいっていう気持ちがあるんですよね。続けていきたいとかねっていうお気持ちもあります。それでここですね。これは、あなたから見た周りの状況とかっていうところでここが入ってきています。ラブっていうカードが入ってて、確かにカップのエースっていうのは、その愛情の始まりとかっていうのも表しているんですけど、でも今回お仕事メインで見ていきたいので、その喜びとかね、湧き上がってくる感情について、周りの人に対してあなたがどうなのかなって思うところ、周りとのつながりを、そうだな、停滞しているとか足りないとかね、クリエイティブ活動をしていくにあたってあなたの想像力をかき消してしまうようなバランスがうまく取れていかないとかね、イメージできないとかっていうような不調和っていう感じで入ってきています。周りとの今バランスが取れていないように感じるっていう風にね、あなたの方が感じていると。そして今ご自身の中で障害として感じていることとして、今いろいろ対応していかなきゃいけないんだけど対応しきれないっていうのが入ってきています。なんとか続けていく方向に持っていきたいんだけどどうしたらいいかわからないとか、対応しきれない、解決策が見つからないとかね、探しても探しても答えが出てこないとか、どうしようっていう風になっている。これがまず問題ですね。このままいってしまうとかなりあなたの中で負担が増えすぎてしまうので、どうしようっていう風に、なっているのかなっていう風に出てきています。で、周りの人に対してどういう風にしていけばいいのか、ディスクペンタクルナイト逆位置で入ってきていて、なんとかね我慢して耐えていけば乗り越えていけることもあるんだろうけど、だけど自分の信念を曲げてまで進んでいくのかどうかってことで、まずねそこも揺れているし、周りの人に対しての信頼感っていうところも今あなたの中で不安に思っているところもあるっていう感じで
入ってきていますね。お互いが誠実に向き合っていくことだったり、信頼し合っていくこと、今ガチガチに鎧を着込みすぎているので、身軽にもう少しお互い接していけるといいんだけど、緩くなりすぎてもいけないちょうどいいところが今取れていないって、ちょっと前だったら取れていたんだけど、今さっきねタワーがあったので、大きな変化に周りも自分も対応しきれないところが出てきているのかなっていう風なのは出てきています。それですごく負担に感じているよってことですね。ではこれから先の未来ってところを見ていくんですけど、やっぱり自分の中で将来性を感じられないというか、模索していくのが続いていく。みんなと力を合わせていくためにはどうしたらいいのかなとか、誰がリーダーシップを取っていくのとか、誰がどのように進んでいくのとか、自分自身はどんな目標を持っていけばいいのかっていうことが現実味を帯びていかないというか、不透明だっていう感じになっていくので、ますます不安を募らせていくっていう流れになっていくので、これを何とかするためにもどういうことをしていけばいいのかっていう対策です。周りの人に対しては先ほども言った通り、お互い鎧を脱いでいけるところはね脱いでいって、だけど緩くなりすぎない程度に向き合っていかなきゃいけないし、まずあなたが具体的に行動として起こすところとしては、諦めずに立ち向かっていくことだよとか、自分のことを主張していこう、または信念を持って貫いていきましょうっていうね、諦めない気持ちが大切だよっていう風には出てきています。試練を切り抜けていく、これが具体的なアクションですね。諦めない心だよっていう気持ち、行動に移していこう。あなたが続けていきたいと思うのであれば、それを諦めずに取り組んでいきましょうっていうところです。ただ気になるのがここですね、心のところです。メンタル的に今ちょっとやばいかもっていう風に入ってきてるんですね。いろんなことを不安に思っていたりとか、自分の気持ちだけじゃ抱えきれないことが出てきているのかなっていうふうに入ってきています。まずねここね、自己ケアに入っていかないとバランス取れていかなくなっていくんじゃないかなっていうふうに、どれだけあなたが頑張ろうって必死にもがいたとしても、ここね心のバランスを崩してしまうとうまく立ち上がっていけないんじゃないかなっていうふうに見えています。でオラクルカードもらっていきましょう。できるだけ円満に物事を解決させていきたいっていうふうにあなたは願っているので、それはね今のお仕事を続けることだけが全てではないので、自分が仕事を移って違うお仕事へ転職することで自分の気持ちが解決されるとか、問題解決に向かうのかもしれませんし、その問題っていうのは人それぞれあると思うんですけど、今の変化に対して解決させていきたい、円満にね無事に解決していきたいっていう気持ちがあるので、どうやったらそれを解決していけるのかっていう策をまず一つもらっていきます。はい、策ですね。新しいビジョン、物事の視点を変えることだったり、より高い目線から物事を見ていくことっていうのが必要になってくるよって、視野を広くすることとかね、目線の高さを変えることっていうのが必要になってくる。では心のケア、心に対して今ね十分に働きかけていくことがあるんじゃないかなっていう風に出てきていますね。やっぱりねここね必要ですよ、心のメンタルケアですね。そして周りの人に対してそれはねどのようにしていけばいいのか、タンポポの綿毛のようにねそっと吹きかけてくださいねっていうことと、未来に対して燃えるハートで入ってきていますね。今は全体像が見えていなくて、どんな風に解決していけばいいかわからないような状況なので、いろいろなね視点を変えたりとか、さまざまな目線から物事を見たりとか、中立の立場を取っていきましょう。そして、偏った見方をしているのであればそこを外していきましょうっていう風にメッセージが入っています。日々の生活に追われていて、今全体が見えていないような状況です。なので一回落ち着いて、だからまずここですね、心のところで今問題が発生しているので、ここね障害に感じていたり心が苦しいってヘルプサインを出しているんですね。まず
ここね、気持ちのところでケアしていきましょう。じゃないと視点を変えるとか、視点を広げる、視野を広げるとかっていうのもできないし、周りの人たちに対しても何も行っていけないので、まずはあなたの心からですよっていうのが出てきています。心を鎮めていきましょうっていうカードです。これはね、自分の中の平和を求めていきましょう。そして雑念を取り払っていきましょうっていうカードですね。瞑想するっていうのがおすすめだよっていうのが出てきていますので、自分時間を持って、そして自分の心と見つめて静かにして落ち着きを取り戻していきましょうっていうことです。自分の心が今ざわついているんですよね。ざわつきをまず取り除いていきましょう。周りの騒音とかに負けずにゆっくりと自分時間を持って平和に過ごしてください。深呼吸をしたりとかマッサージをしたりすることもいいでしょう。心の休息をとっていきましょう。まずここですね。では周りの人々に対してどんな風なことをしていけばいいのか、周囲の人たち、もしくは周囲の状況や今起きている出来事に対してどんな風に対応していけばいいのかって言ったら、あなたは喜んで手放していく、ふっとね、綿毛を飛ばしていくようなイメージでいてください。いつかこの周りの人たちの状況や人々ですよねに対して何かしらの答えっていうのを出す時がやってきます。だけど何か失うとかあなたが諦めるとかそういうことではないんだよっていうのが出てきています。ここね、具体的な行動のアドバイスで諦めないカードが入っているので、諦めはしないんだけど、まず心のケアをすること、そして答えが見つかるまでっていう感じで、まだねはっきりとすぐに答えを見つける必要はないんだけれども、心が癒えて落ち着いた時には周囲の状況や人々に対してネガティブに思っている感情をあなたが自ら喜んで手放す瞬間がやってくるので、そうですね、視点を変えたり視野を広げていくことによって手放していけるものが出てくる。もうね、ふわっとリリースしていけるものが出てくるので、そのタイミングまで待ちましょう。まずここからですねっていう風に出てきていますね。そして最終的な結果としてここですね、美しく解放されていく。少しね似てますね。周りの状況から解放されると結果的にあなた自身も解放につながっていきますよっていうところにつながっていきます。で、あなたの中で心の中の引っかかりっていうところ、もしくは強い感情を持っていたりとか、困難な状況を変えていかなきゃ、気持ちを変えていかなきゃっていうところがあったと思うんですね。そこに対して責任感を感じてしまったりとか、周りのことを思いやりすぎていた、考えすぎていたこともあったかもしれません。いつの間にか自分で自分自身を傷つけるようなことをしてしまっていたのかもしれませんね。そこから解放していく時がやってくるんですよ。結果的にどうなっていくのかって言ったら、自分自身の解放につながっていくんだよっていうのがね出てきていました。あなたがこれからよりよく、道を開いていくためにっていうことで、順序としてはまずメンタルケアですね。その後に視点を変えて物事の本質っていうのを見ていきましょう。あなたが今取り組んでいくことが、手順がだんだん見えてきます。そしてその後に周囲の人々や今起きている状況についての解決策っていうのを見つけていきます。見つかります。で、それはあなたがもう必要ではなくなったものや人間関係っていうのを手放していくことで行われていきます。最終的にはあなたは解放される方へ導かれるでしょう。自分自身を苦しめていたこととかもあったでしょうね。それからもう解放される時がやってきます。助けになる人たちがいますよっていう風に現れていますね。あなたは一人ぼっちじゃないんだよっていうことです。それだけは忘れないでください。確かに人間関係や状況的にあなたが手放していくこともある。だけどそこに残ってあなたが手放さなかったものとか必要なものは残っていきます。必要な人間関係や必要なエネルギー、パワーっていうのは残っていて、あなたを支える側として今度はあなたを救ってくれますよって、このあなたを助ける人たちだけが残っていきます。そうじゃない人たちとかそうじゃない状況っていうのは抜けていきますので、だからまずここね、
心のケアっていうところをやってくださいねっていうのが出てきていました。では、もう少しねエンジェルアンサーからもらっていきましょう。助けになる人たちがいるので、その方々の力を借りてくださいって、わーってあなたに集まってきますよって、あなたのことをサポートしてくれる人がたくさんいるんだってことに気づいてくださいねって。今いろんな変化があるかもしれないけど、あなたは絶対一人じゃないからっていうふうに。では問題に対しては認めることだったり許していくこと、それによって変わることや奇跡が起きることも出てきます。そうですね、あなたが手放して解放されていくことで、自分自身の心の負担っていうのがやっぱり軽くなっていきます。これはね、周りの人たちが原因で起きた出来事とか周囲の状況っていうのを許していきましょうっていうカードですね。周りに原因があった、そういうことでもそれを許していくことで、あなた自身が実はね解放されて自由になっていくことでもありますし、または自分自身を許していくカードでもあるんです。自分自身を解放させていくことで開けてくることが出てくるでしょう。中にはね、過去の過ちとか今まで抱えていた責任感から逃れること、これがあなたを解放させていくことにつながっていくことにもつながってきますよってことを教えてくれるカードでもあります。はい、ではより良い人生を生き抜いていくためのヒントとして、こちらからオラクルカードもらっていきます。孤独感を味わうことはもうなくなりますね。今先ほど一番最初に出したカードでかなりね周りに振り回されていたりとか、周りの評価を気にしていたり、自分的には心が厳しいっていうヘルプサインが出ていたんですけど、もうそこを救ってくれるようなエネルギーや人々っていうのが現れます。助けるよっていう風に出てきていますね。ではどのように生き抜いていけば豊かさを手に入れることができるのかっていうので2枚もらっています。あなたがすることは全て選ぶこと、選択することです。あなたが自分の現実をコントロールしているんです。そして今あなた自身が正しいと思って選んでいる考え方、それらが経験となってあなた自身を作り出していきます。あなたは今自分が言おうとすることに耳を傾けて、あなた自身の現実になってほしくないことは言わないようにしましょう。考えないようにしましょう。現実化していきたいことだけを考えたり言葉として発していきましょう。そしてこちらですね、あなたは制限の多い考え方に縛られていません。制限を感じないでください。解放させていきましょうっていうね、解放っていうワードが2番さんには入っていました。そして家庭や社会から発せられる古臭くてネガティブなメッセージを明らかにして手放すことによって、あなたは優しく思いやり深くインナーチャイルドを励ませるようになります。周りからの古いネガティブなエネルギーっていうのを手放していくことによって、あなた自身を癒すことにつながっていきますっていうね、手放し解放っていうワードが入ってきていました。では最後により良い人生を生き抜くための最後アンサーを1枚ください。状況はどんどんと良くなっていきます。より良いね豊かさを目指していくためにっていうことで、あなたは上へ向かって、光の方向へ向かって、または光を手にして進んでいきます。上へ登っていきます。これらがね状況をすべて改善させていきます。今困難に思えるようなこと、問題に感じているようなことも、状況はどんどんと改善されていきますし、あなたを助けてくれるような存在が多くいます。人じゃないかもしれない、エネルギーかもしれないし、あなたを守ってくれるような存在かもしれません。でそれらによってあなたは助けられ、そしてご自身が導かれて、より良い状況へと向かっていきますので、それを信じてください。そして
最後に残った人たちっていうのを信じて、ね、自分には今この人たちやこのエネルギーが必要なんだっていうことを受け止めて、この人たちと一緒に取り組んでいくことによって状況は大きく改善され、豊かさに向かっていきます。はい、豊かさへ向かっていくためには、周りのネガティブな関係性や状況っていうのを手放していきましょう。そして自分自身が現実になってほしいことだけを今は考えていきましょう。ね、自分の心を癒してくださいね。ではお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。落ち着いて今の状況を一歩下がって見つめてみましょう。時には休憩も必要ですっていうね、カードが入っていました。あなたを傷つけるような人々から今遠ざかる時が来ています。はい、ということで、一歩状況を下がってみること、もしくはね視点を変えることっていうのもね入ってきていましたね。より高いところから物事を見てみたり、または一歩引いて見てみたりとか、視点を変えることによって物事の解決策のヒントっていうのが見つかってきます。ですがまずは心を癒すことを一番最初にやってくださいねっていう風に出てきていました。今回はお仕事リーディングです。今のお仕事の状況や周りからの評価、あなたの頑張りに対する正当な評価がされているかどうか、そして近未来の流れやあなたが今問題に感じていること、あなた目線からのアドバイス、そしてリクエストいただきましたより良い豊かさを目指していくためのヒントになるようなアドバイスもお付けしました。参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。リクエストありがとうございます。お仕事メインリーディングで自分の人生を満喫して生き抜くためのヒントということで、これをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずは今の現状、そしてお仕事への評価っていうのをもらっていきます。あなたのお仕事の評価ですね。これはこちらのカード、正一の採用です。これから5枚カードをもらっていきます。その中で今のあなたの現状や、そしてお仕事に対する取り組みへの評価、または成績っていうところでもらっていきます。はい、ではもらっていきます。まずね、正一で見ていきましょう。ペンタクルページ正一とソードのページ正一、そしてこちらがワンドの2番正一、正一というか全部正一なんですけど、そして、ソードのクイーン、はい、そしてこちらですね、ペンタクル10です。サポートということで、幸運に恵まれていますっていうのがね入ってきています。で、今あなたの頑張りとか、今誠実に向き合っていること、目標として目指していることっていうのが正当に評価されているでしょうし、今もっとね学びたいとか成長したいっていう思いがあなたにはありますね。今とても現状はすごくいいですね。あなたの頑張りが認められる時、そしてあなた自身ももっとね自分自身良くなろうっていう風に努力されているっていうのが出てきています。はい、ちゃんと向き合えていますねっていうのが出てきています。そして周りの人たちから見た評価っていうところで見ていくと、ワンドの2番ソードのクイーンと出てきていますから、あなたは上下関係とかもうまくねやっていきながら、周りの人たちとコミュニケーションをとっていきながら、話をよく聞いたりとか、相談を持ちかける時もあるでしょう。で、逆にね相談を持ちかけられる時もあるでしょう。そのように周りの人たちとやり取りしながらうまく物事を進めていってるのかなっていう風に見えています。周りの人にもあまり流されることないですし、自分は今これを頑張ってるんだっていう気持ちを大切に持ちながら誠実に取り組んでいるので、その
取り組みが正当に評価されていると思いますし、味方になってくれるような女性の上司とかもいるのかなっていう風にも出てきています。周りの人たちに協力者がいるとか、あなたを支えてくれるとか、認めてくれる人がいるっていう先輩かもしれませんね、がいるのかなっていう風に出てきています。先輩後輩関係なく、あなたを頼りにしてるよとか、信頼してるよっていう人がいるのかもしれません。はい、ということが出てきています。今ね、評価もすごくいいですよ。あなたに期待していますっていうのが入ってきていますから、何かね、一つ結果を残したりとか、目標が最近達成されて、また次へ進んでいこうっていう風にね、思われている方もいると思いますね。ということで、ここは周りの人たちがあなたに対して実はね、こういうことあるんだよって教えたいこととして噂話っていうのが入ってきます。あまりね、それに左右されないでっていう風に入ってくるんですね。逆に守ってくれる人もいるんです。もしくはあなたが守りたいと思っている人が会社の中にいるかで、この人を守る、もしくはあなたを守るためにこの良くない噂話っていうのを遮りたいっていうのが入ってくるんですね。シャットダウンさせたいって、あなたの頑張りを伸ばしていきたいから、変な人に絡まれないでねとか、変な情報とか間違ったこととかにあなたが左右されることないようにサポートしていくよっていうカードも出てきています。そしてこちらですね、サポートのカードも入ってるから、強運に恵まれているというふうにお受け取りいただいてもいいんじゃないかなと思います。サポートに入ってくれる人もいるでしょうし、今追い風があなたのところに届いているというふうに感じていただいてもいいと思います。これらの悪い習慣だったり噂話だったり、あなたにとってネガティブを運んでくるような人々から守ってくれるようなエネルギーや存在っていうのがいますから、あなたはひたすらに誠実に今取り組んでいることに対して、目標に対して向かっていくといいのではないかというふうに出てきていました。はい、でここに対して1枚、エンジェルアンサーからまずね1枚もらいましょう。ただ守られているなっていう感じがすごくするので、今取り組もうと思っていることを順調に運んでいくのではないかと感じています。はい、1枚もらっていきましょう。ロマンスのカード、今ね仕事メインで見ているんです。はい、なのでエンジェルアンサーはね、ロマンスっていうこのラブに関するカードっていうのはそんなに多く入っていないんですね。だけどここでロマンスっていう言葉が入ってくるということは、あまりね恋愛に絡めないでくださいっていうね意見をいただいたことがあるので、あまり恋愛には持っていきたくはないんですが、お仕事に関わる重要な人間関係が今まさしくねパートナーシップを結ぼうとしているのか、ね、最近あなたにとって昇給できるような、昇格できるような、仕事が一つステップアップできるような仲間が見つかるとか、そうですね、そういう存在ができるよ、人間関係として親密にお付き合いできる人、パートナーが出てくるよってことです。でこれはね人と人の出会いっていう風に捉えていきたいんですけど、もしくは見えない力のサポートっていうのもあるので、あなたは守られている、もしくはタイミングに恵まれるとか運に恵まれるっていう感じで、あとは適職や才能を見出してくれるような人が現れるとかね、そのようなことも出てくるのかなというふうに出てきていますね。ロマンスとは言葉として出ているんですけど、お仕事メインで取っていきたいので、今回はそういうチャンスだったり守ってくれる存在や、あとは支えてくれる人、新しい出会いね、仕事としてのね新しいチャンスをもたらしてくれるような出会いがあるんじゃないかっていうね答えが出てきました。ではタロットカードをこちら戦略採用していくので軽くシャッフルして、そしてあなた目線で物事を捉えて見ていきます。あなたの中ではどんなことを障害に感じているのか、または何を解決したいと思っているのかっていうことをもらっていきます。はい、このタロットカードから9枚出していきます。ではもらっていきましょう。
出していきます。はい、節制逆位置、カップの4番正位置、はい、ペンタクル2番正位置、女帝のカード逆位置、カップのキング逆位置、ワンドのエース逆位置、はい、カップの8逆位置、ソードのエース逆位置で、こちらの1枚ですね、ソードのキング逆位置という風に流れています。ではここから見ていきますね。今のあなたのその周りからの評価っていうことに対しては、その今あなたの頑張りが認められているし、サポートに入るような存在だったり運気っていうのが流れてきてるんじゃないかっていうところで入ってきていたんですが、であなたの方ではもしかしたらね、これね、その例えばなんですけど、副業を考えていたりとか、2つの物事を同時進行させたいっていう思いとか願いとか目標があるのかな。本職と副業をやってらっしゃるとか、いずれは趣味を仕事としてやっていきたいっていう感じで、2つのことを同時にやっているよっていうのがまず伝わってきます。またはね、やりたいと思っているか、仕事をこれやってるんだけど、いずれはね、趣味の方も収入としてなんかね、収穫を得ていきたいなとかっていうことも、あと仕事1本、今の仕事1本だけじゃなくて違う道も考えていたりとかっていうのが入ってくるんですね。2つのことをやっていきたいとか、それをバランス取りながらうまく自分の中で消化していきたいっていう気持ち、それが副業じゃなかったとしても、今の会社で2つのことを同時にやっていきたいとか、人間関係もうまく回していきたいし、自分の夢目標とか、その会社の中でのね、成績を上げていきたいとか、どちらも両立していきたいんだよなとか、どっちもバランスとってやっていきたいっていうお気持ちが強くあるのかなと思います。これとこれみたいな感じで、どっちも大事みたいな、どっちも進めていきたい、バランスとってやっていきたい、自分の目標に向かってっていうのが入ってきています。だけども、じゃあそのためにどんな風にバランス取っていったらいいのかとか、どんな風に進めていったらいいのか、今ちょっと見えづらくなっているような状況ではあるのかなと思います。頑張りに対して2つ同時進行でやっていくためにはまだ足りないものがあるのかなとか、1つのことだったらうまくいけるんだけど、2つのことを考えていくのはちょっと負荷がかかってくるかなとか、そうだな、どんな風に進んでいけばいいのか、もしかしたらね、見逃しが出てきてるんじゃないかっていう不安に襲われる時もあるっていう風に出てくるんですね。あとはもっとうまくやっていくためにまだ自分自身足りないっていう風に自分を追い込んでいる場合もあります。はい、そしてこの女帝のカード逆位置なんですが、今ね、周りの人に対してあなたが感じていることとしては、そこでね、女帝のごめんなさい、エンペラーの逆なので、ごめんなさいね、女帝じゃない、皇帝の逆位置なので、あなたの会社の中でリーダーシップを取るような方に不安を覚えていたりとか、どうなんだろうって思うようなことがある、もしくはもう仕事自体安定していないとかっていうこともあるかも。今2つのことを同時にとか、それらを1つにまとめていくためにってところで、あなたがうまくバランス取ろう、調律取っていこうって思ってるんだけど、実際のトップに立っている方が不安定だったりとか、せっかく自分がバランス取ろうって思ってるのに余計不安定にさせるような存在があったりとか、もう会社自体がそんな会社だっていう風にね、なかなか安定しないっていうところで、あなたがどうしようっていう風に感じているし、障害のところでもうまくコントロールできないんだっていうね、なんか上司っていう感じでね、エンペラーとカップキングで入ってきてるから、なんか融通きかないような方がいらっしゃるのかなっていう風には感じます。人じゃなかったとしても仕事自体が安定しないとか、
なかなかコントロール効かない自分の意思だけじゃね、自分の気持ちだけじゃうまくバランス取っていけないようなことがあるな。それが今の障害としてあなたが感じていることです。気持ちのコントロールが難しい。なんかね、誰かっていうこの存在があって、それを感じながら、ストレスに感じながらも職場内でうまくやっていく、このコントロールが難しいなっていうふうに感じている方もいれば、本業と副業の間でバランス取ってやっていきたいんだけど、そこに対して安定しないようなことが起きているから、自分の中の気持ち一つでねやっていけることじゃないのかなとかね、例えば収支のバランスだったりとか、会社の基盤が安定しないとか、副業の方がぐらついているとか、どっちにも時間割けないとかね、そのようなことで今グラグラしているようなことが障害として出てきているのかなっていうのは出ています。可能性としてはこの2枚から見るに、立場が上の方っていうのが入ってくるかなとは思うんですけど、そうじゃなかったとしても、地盤が今まだ固まっていないのかなっていうところはあります。そしてここはアドバイスカードです。これはね、近未来を表すカードなんですけど、近未来はソードキングの逆なので、まだね今はやっぱりね、キングのカードがここ入ってきてエンペラーでしょ。なのでトップに立つ人、もしくはあなた自身がトップに立とうとしているのかもしれない。みんなを引っ張っていかなきゃってことで、自分自身責任感を感じてしまいやすくなってしまっているのかもしれないので、まず自分以外のトップの方に対しての思っている不満っていうのを感じている方については、ここね見直しかかっていくタイミングがやってくるんだけど、ちょっと時間かかるかもねっていう感じで入ってくる。このトップに立つ方が安定する、入れ替わる可能性もありますね。トップが入れ替わる。入れ替わっても上司が安定しないとか、新しいリーダーが作られても出来上がっても完成されていかないとか、落ち着いて仕事できないとか、なかなかに状況的に周りの人に振り回されるっていうのがまず一つのパターンです。であとは自分がリーダーシップを取っていかなきゃいけない立場にいる方、指導者としている方として見ていくのであれば、なかなかそこがコントロール効いていかない、融通効いていかない、自分に自信が持てなかったりとか、自分のやり方合ってるかなっていうのを常に不安と戦いながら進めていくような状態、かつ2つのことをバランス取っていくってところにいるので、どんな風にバランス取っていいのかわからなくなっちゃうな、どうしようかなっていう風に悩んじゃうから、そこはどういう風にしていけばいいのかってゆっくりと時間かけて判断してっていう風に出てきています。まず自分の力を信じてくださいっていうのがアドバイスとして入っています。ただし物事を安定させるまでにはやはり時間はかかるのかなっていうところが出てきています。そして今の2つに当てはまらなくて、仕事自体がもうトップに立つ人とか、自分がトップに立つとかじゃなくて、もう仕事自体が揺れていて不安定なんですっていう方は、今その仕事から離れるのかどうかってことでね考えていたりとか、2つのバランスを取ることについてどうしようかなって思っている方については、やっぱりここもまだねすぐに状況が改善されないとか安定していかないっていうところはあるんだけど、その中でもね自分でどうしていけばいいのかなっていうふうに冷静に物事を決めていきましょうっていうことがあります。誰か頼る人がいないとか、そうね、頼れる人がいなくて自分で物事を決めていかなきゃいけないっていうふうにね追い込まれている方だとしてもね、この不安定な今職場にいたとしてもなかなか改善されていかないので、もしかしたらねここね一転させていく可能性としてはねありますよ。だけど今じゃないっていう感じでは入ってきています。なぜだったらここねエースのカードが逆で入ってきているので、ことを急ぎすぎる必要はないよっていう風に出てくるんです。そしてこちらからもサポートっていうカードが入ってきていたので、物事が一転して変わっていく可能性があります。これから先カード足していくのでゆっくりと見ていきましょう。まずこちらは今あなたが行動に起こすといいよっていう風に言われているカードではあるんですけど、ワンドのエース逆で入ってるので、まだ大きくね物事を動かさない方がいいなっていう風には入ってきています。新しいところへ飛び立っていくのはもうちょっと待ってねっていう風に出てきていて、これが心に対してあなたが働きかけるといいよって言われているところにカップの A と逆なんですよね。
変化を受け入れていくかいかないか、どうしようかなって悩んでるところは時間かけてみてっていう風に出てくる。どっちもね、時間かける、自分の方向性を時間をかけて決める、で突発的に行動に移すことなく落ち着いて時間かけようねっていうこと、そしてこれが周りに対してあなたがどのように配慮していけばいいのかっていうことで、ソードエース逆位置で決断するのはまだ待ってねっていう風に、全部ね始まりがまだだよっていう風に出てくるので、タイミングが来たらバッて移れるように今準備しておこうっていう風に捉えていただくといいのかなと思います。いずれ解決していく方向に物事が動いていくので、まだね焦ったりとか取り乱したりとかする必要はないよっていう風に出てきています。ではエンジェルアンサーから、答えをもらっていきましょう。まずはね、まだね急がない方がいいよって言われてることに対しては、じゃあそこに対しての答えっていうのをもらっていきましょう。はい、そうですね、平和的に解決するっていうのと、やっぱり物事が時間が経つとね、タイミングがやってくると平和的に解決していくから、まだね急ぎすぎる必要ないよっていうこと、そして今不安だなっていう、障害だなっていうことに感じてることに対しての答え、解決策ありますかっていうことで、あとね、問題はね解決していきます、より良い方向へ向かっていきますね、解決するよっていうカードが出てきているから、ちゃんとね適切なタイミングで物事が好転していくので、それをゆっくりと時間かけて待つこともいいでしょうっていう風に出てきています。ペンタクルページ入ってきていますから、幸運は間もなく手にすることができます。あなたが一生懸命頑張っているからね、誠実に向き合っているからこそ受け取るチャンスです。はい、今あなたが頑張っていることに対してチャンスを見出すことができます。そのチャンスが間もなくやってきて解決する方向へ向かっていきます。なぜならあなたはサポートの力を受けているからです。だから今苦しいなって思っていることとか、なんかね変化を求めていたりとか、逆にね悪い変化は求めていないんだけどいい変化が欲しいっていう時でも、どちらの場合にしろまだ急ぎすぎる必要は今はないよっていう風に出てきています。ではもっと具体的にもらっていきましょう。間もなく2つのことが1つになっていく、抱えている問題が1つにまとまるのか、今やろうとしている2つの道がはっきりと道筋が見えていくのか、いずれにしろ解決の方向へ向かっていくので、それを信じてくださいねっていうことと、ではねもう少しもらっていきます。これが、アクションで心、そして周りの状況として、具体的にもらっていきますね。はい、まず周りの事柄とかね、人物とかに対しては急いで決断する必要はないし、深呼吸していきましょうって、深く息を吸って吐いてってことを繰り返してねって、だから落ち着きましょうっていうことも言われているし、なんかこうね、はっきりしてよ、どうなのっていうふうに意見を求めたりしなくてもいいってことは過ぎていくので、周りにはねあまり当たり障りなくやっていくことで、自分の心の平穏っていうことをまず一番の目的として、自分の心を落ち着けさせるためにも、あまりね周りには余計なものにはね触れていかないっていう気持ちでいるといいのかなっていうふうに出てきています。でこれはシンフォニーってですね、いろんな楽器が一つになる、音色が一つになるかのように協調性をとっていくことだったり、周りとのつながりを感じることっていうのがここのアクションとして入ってきています。自分が組織の一部だ、みんながいて自分がいる、自分がいるからみんながいる、なんか聞いたことありますね。オール・フォー・ワン、ワン・フォー・オールみたいな感じのイメージで入ってきていますね、ここに。でいろんな矛盾に直面していたり、問題にぶつかったりとかしていて、今不協和音が奏でられている時もそういう場面も出てきてるでしょう。この人とこの人が対立しているとか、自分の奏でている音色とこの人の奏でる音色が違って耳障りだっていう風に感じることも出てくるんだけど、無理に合わせる必要はありませんよって、
だけど自分の中で感じてください。あなたは今できることは何だろうか。そしてそのあなたが生み出している音にも集中してください。不協和音に対してはいずれ物事が問題解決へ向かっていくので、だからあまり周りのことを気にしすぎることなく、あなたの奏でる音楽っていう音ね、行動とか活動っていうところをやめないでくださいねっていうことです。そして優しい活動の仕方っていうのを意識してみてください。何かね、物事を何か決めようとしていたりとか、何か判断しようとしているところが今のあなたにはあるので、まだそこに対してはタイミングがやってくるまではゆっくりと時間をかけてください。そして今行っている活動とか夢とかね、向かっている目標に対してはそのまま思い続けていきながら奏でていきましょう。時には不協和音を感じるようなこともあるかもしれないけど、それもやがて一体化していきます。あとは心に関することのアドバイスですね。先を見通す力っていうこのね、力を借りていきましょうっていうのが出てきています。第三の目と言ってもいいかもしれません。ここに瞳があって、もっとよりクリアに見ていくためにっていうことで、心の働きかけとしてここね入ってきていますね。視野を広く持つこともそうかもしれないし、物事を直視することもそうかもしれないし、あなたの向かっている目標、さらにその先を見通す力を持つことっていうのもそうかもしれない。まずまっすぐと物事を見つめていきましょう。それは自分の心に対しても言えることかもしれません。心をまっすぐと見ること、自分の心に嘘をつかないってこともそうかもしれません。あなたが今そうですね、手順としては何か行動に移したりとか決めたりするのにはまだ早いので、なのでタイミングが来るまで待ってくださいっていう感じで入ってきています。やがてあなたはサポートの力を受けることがサポートの力を受けることができるので、その時がやってくるとおのずとわかると思います。今解決に向かってるなとか、流れに乗ってきてるなとか、障害だって感じていることがクリアになっていくなっていう風に感じることができるようになってきます。自分自身コントロールできているなとかね、そのように感じるようなことが出てくると思うので、その時に流れに乗っていきましょう。今はじっと自分の音を奏でることだったりとか、深く深呼吸して当たり障りないように周りに接していきながら、自分の望みに対して先の展開を考えていくことも必要でしょう。ではここね、より良い人生を生き抜いていくために豊かさに向かってのアドバイスカード2枚出していって、アンサーも1枚もらっていきます。はい、エンジェルアンサーももらっていきましょう。どのようにしたらより良い人生、豊かさに向かってやっていけますかっていうことでもらっていきます。はい、大丈夫、心配ないよっていうね、エンジェルアンサーが全部ね解決の方向へ向かっていくので、何も心配いりませんっていう風に出てきています。ではメッセージ見ていきましょう。あなたがすることはすべて選ぶことです。だからあなたが自分自身の現実をコントロールしていけるんです。そして今あなた自身が正しいと思って進んでいる考え方があなたの経験というものを作っていきます。あなたは今自分が言おうとすることに耳を傾けて、自分の心にね耳を傾けて、自分の現実になってほしくないことは行動や言動に移さない、言葉にね移さないようにしましょう。そしてあなたは自分の光を輝かせることができます。あなたはとっても素敵であることを忘れないでください。あなたがあなたでいることに満足してください。ありのままの自分を受け入れて、その自分を大切にしていきましょう。はい、あなたに非はありません。物事はやがて好転していきます。そのタイミングや解決する時を待ってくださいねっていう風に出てきていました。はい、より豊かさを求めていくためのアドバイスとして、ここですね、何も心配いりませんよって、豊かさに向かって進んでいっています。物事は水面下で動いているので、焦らずゆっくりと待ってみてください。大きなサポートの力が今働いています。はい、そのようなメッセージも入っていました。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。
今はまだ真実にたどり着いていません。まだ真実を知らない、なかなか目標にたどり着いていない、ゴールが見えない、そんな不安なお気持ちがあるでしょう。ですが今は現状に目を向けてポジティブに物事を考えてくださいというメッセージです。うまくいかない現実もあるでしょう。だけどね、ポジティブに物事を受け入れてください。不安な気持ちを取り除くためにも、物事をちゃんとまっすぐと見ることだったり、ありのままの自分を大切にすること、あなたが奏でている音楽を大切にすること、表現していることをね、大切にしていくことだったりとか、ね、そしてそうやって過ごしていくうちに物事が変わっていきます。これはあなた自身が変えるというよりは、周りのエネルギーというか、そういうパワーというかね、状況が好転していくので、そこにあなたが乗っていくっていうところです。だからそれまではポジティブな気持ちを持ちつつ、落ち着きながら深呼吸して待っていましょうねっていうところです。ちょっとね、だるいなとかつまんないなとか退屈だなって思う時もあるでしょうし、刺激が欲しいなとか、だけど悪い風にはなってほしくないし、もっと早くね、より良くなっていけばいいのにって思う気持ちも出てくると思うんですけど、ゆっくりと時間をかけて受け取ってくださいっていうことでした。今回はリクエスト企画です。お仕事リーディング、こちらをメインとしてより良い豊かさへ目指していくために、そのためのヒントももらっていきながらリーディングを行っていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。